はい、こんばんは、あいかです。今日はですね、スックのホリデーのアイテムを紹介していきたいと思います。スックはね、先に UK が発売になったので、そちらも以前紹介しています。気になる方はこちらからチェックしてみてください。はい、今日紹介していくのは11月2日発売のアイテムですね。今回は全アイテム購入しました。で、販売方法がいつもと異なっていたと思うんですけど、予約開始日に百貨店だけじゃなくって、スックの公式オンラインの方でも予約を受け付けていました。で、予約開始の時間なんですが、これがね、百貨店とかだと10時くらいのオープンのところが多いと思うんですが、公式オンラインの方では9時半から予約が開始ということで、私はこちらに参戦してゲットしました。少しね、最初9時半になったばかりの時はね、ちょっとアクセスしづらい時もあったんですけど、しばらくね、粘っていたら無事ね、確保できたので、サーバーの混雑具合で言うと、限定品にしては全然可愛い方かなという感じでした。はい、じゃあね、今回出たアイテムなんですけど、アイシャドウパレット1つ、それからチークが2色、リップが2色なんですが、アイシャドウも8色あるので、今日はね、全部のスウォッチを紹介して、また後日メイクを紹介しようと思います。じゃあまずはね、やっぱりアイシャドウパレットですね。こちら、ツヤツヤのパレットですね。開けてみます。はい。いや、これね、私予約しておいて、発売の直前ぐらいにカウンターに行くタイミングがあったので、そちらでテスターを見せてもらいました。そしたらね、びっくりしたのが、これね、私と一緒な意見の人多いと思うんですけど、SNS の画像とか見てた時に、全色ツヤツヤに見えてませんでしたか？もしかしたら、このツヤツヤ系のカラーの割合が多いから、こうパッと見全部ね、ツヤツヤっていう風に見えてたのかもしれないんですけど、実際にテスター見せてもらって、スウォッチをね、BA さんの手で撮ってもらったんですけど、それを見せていただくと、ツヤツヤのカラーだけじゃなくって、キラキラ系のカラー、それからね、マットなカラーと質感が3種類ありました。これはね、多分画像だけでは伝わりにくかった部分なんじゃないかなと思うので、後ほどスウォッチでしっかりお見せしていきます。この質感が一つじゃなくて、いろいろ入ってるっていうところでもうメイクのバリエーションもね、ぐんと広がると思うんですよね。そしてチークはね、2色あります。まずこちらがピュアカラーブラッシュの122番です。使いやすそうな落ち着いたレッド系のチークっていう風に画像では見えていたかなと思います。実際に見てみるとそんなに赤みも強くなくって、ちょっとくすみ感があるような赤ピンクっぽく見えます。そしてもう1色がピュアカラーブラッシュの123番です。これがね、山吹色っぽいというか、黄土色っぽいというか、かなり黄身の強いブラウン、ベージュみたいな感じに見えるカラーです。これのね、発色がとっても気になってたんですよね。で、今回チークは既存のピュアカラーブラッシュと同じ、このすごく薄っぺらいケースになっています。で、前も言ったかもしれないんですが、このピュアカラーブラッシュって既存のカラーも、例えばすごくブラウンっぽく見えるものでもつけると赤っぽかったりとか、結構発色がね、見た目と実際つけた時と違うことが多いんですよね。なので、これはね、画像だけでは色が選べなかったので、両方購入しました。そして最後にリップですね。2色出たんですが、今回は2色ともバイブラントリッチリップスティックという比較的新しく出たマットタイプのリップになっています。まず1色目が110番です。これはね、すごく使いやすそうだし、リップどちらか1本選んだっていう方は、こっちのカラー選んだっていう人が、私の周りでは多かった気がします。今年っぽいブラウンっていう感じですよね。これがマットな質感だとどんな風に仕上がるかが楽しみです。そしてもう1色が111番ですね。これがパッと見、マットな真っ赤なので、ちょっと難易度高く感じた方も多いと思います。私もね、正直使えるかなって少し心配だったんですけど、テスター見せていただいた時に説明してくださったんですが、伸ばすとそんなに肌の色をしっかり隠しきってしまわずに、ちょっと肌が透けるような仕上がりなんですよね。なので、思ってたよりは難易度高くないのかなという気がしています。じゃあ、ざっと紹介していったんですけど、アイシャドウからね、順番にスウォッチ取っていきます。あいかチャンネル。はい、色数多いと思ってね、なんかみっちりめに取ったら手のスペースの配分間違えましたね。かなりスウォッチの範囲がいつもより狭くなっちゃったんですけど、全体8色をね、見せておくとこんな感じです。ここ2色がマットなの分かりますかね？で、イメージしていたツヤ感ってこれくらいのツヤだと思うんですよ。でも実際にほら、こうやって見ると結構キラキラしているの分かりますか？で、注目してもらいたいのがこのカラーですね。パッと見は結構主張の激しい紫なんですが、角度によってブラウンっぽくも見えたり、変更のカラーになってるんですよね。
これはかなり狭い範囲にグリグリっと取ってるんですけど、ちょっとこの偏光のカラー、それからツヤ感のあるカラーをもう少し広い範囲で見せていきます。まずパープルですね。ここだと分かりやすいかな。こう角度を変えた時に場所によってちょっとブラウンっぽく見えてるの分かります？多分光が当たってるこの辺りがパープルっぽく見えて、影になってるところがブラウンに見えてると思うんですよね。これがね、ほんとカウンターのこうこうと光る照明の下だともっともっとこう分かりやすく偏光カラーっていう感じで、これねすっごく可愛かったです。その右側のグレイッシュなカラーですね。これもね、私シルバーとかグレーってあんま使わないので、ちょっと捨て色になっちゃうかなという気がしたんですけど、グリグリ塗るとこんな発色なんですよね。これを薄く伸ばすとこんな感じのカラーなんですよ。でスックってハイライトカラーをアイメイクの最後に全体にねふわっと重ねるっていう提案をされることが結構あるんですけど、可愛い感じに仕上げた目元に最後これを重ねてあげるだけで少しクールなね雰囲気に寄せることもできそうだなと思いました。でこうやってのせると締め色とかポイントカラーとして使うのかなっていう気がするんですが、こうやってしっかり伸ばしてあげると最後に重ねたりとか、あとベースとしてね入れておくのもいいと思います。すごくね冬らしい雰囲気を出してくれるカラーです。入っているラメのカラーも結構白っぽいんですよね。なので雪みたいな雰囲気、積もった雪がこう太陽に反射しているような、そういう雰囲気を感じるなと思いました。あとですね、パッと見ちょっと系統が似てそうに感じるこことここですね。これ広めにとって比較していきます。こんな感じですね。こっちが上の左端、こっちが上の右から2番目のカラーです。同じくらいツヤツヤなカラーなんですけど、左端のカラーの方がよりしっかり発色してくれて、右から2番目のカラーは馴染みのいいカラーになってます。なのでハイライトを入れる部分ですね、そういったところにツヤ感だけ与えたい時に良さそうですね。細めのブラシで眉下に入れたりとか、あと下まぶた目頭に入れるのもいいんじゃないでしょうか。白みがない分浮かずに使えそうなカラーです。そしてこっちのカラーは本当メインでもしっかり使えるカラーなので、これハイライト、これメインカラーとかで済ませるとオフィススタイルとかでもいけると思います。でこれにちょっとマットカラーも取っていきますね。この辺りはね色の系統が似てるので、ほんとこの4色で仕上げたりもしやすいと思います。こっちが右下のカラー、そしてこっちが下の段の右から2番目のカラーになっています。このカラーがね柿っぽい感じですごくスックらしいオレンジだなと思ったんですよね。夏の鮮やかなオレンジとはまた違ったカラーとして楽しめるオレンジだと思います。ここメイン、ここハイライトにプラスしてこれを締め色にしたりとか、あとはベースにマットをのせて上にパールカラー重ねて質感の違う2色でグラデーションにしたりとか、結構遊べる4色かなと思います。はい、じゃあ結局ねほぼ全色広い面積でも紹介したので、残りの2色も一応お見せしておきます。こっちが右上のカラーなんですけど、これはね好きな人多いと思います。とっても使いやすそうですよね。これとさっき紹介したツヤツヤ系のカラー、似たカラーが2色あったと思うんですけど、あのカラーと組み合わせたりしてもいいと思います。でこの白っぽいシルバーが左から2番目の上の段のカラーなんですが、個人的にはこのカラーちょっと難易度高いかなという気がします。でもクールなトーンのカラー得意な方はぜひねこのカラーとその下にセットされたさっき紹介したちょっとグレッシュなカラーですね、このカラーと組み合わせたりとか、あとこれを広くのせてこのカラーをメインで使ったりとかも面白い組み合わせだと思います。今までもスックの8色パレットってねたくさん出てきたと思うんですが、左右の4色ずつで使うとかそういうものが多かったので、今回もそうかなと思ったんですよ。でもちろんね4色ずつでも使えるんですが、もっと組み合わせの自由が利くというか、あんまりこう左右で系統がこうバラバラになりすぎていないので、パッと思いついただけでもさっき紹介したような組み合わせができるくらいだし、もっともっといろんな組み合わせを楽しめそうだなと思いました。でもちろんキラキラのカラーもすごく可愛いんですけど、このマットカラーの質感もすごくよくって、デザイニングカラーアイズに入ってるマットカラーの質感っていうよりはシングルで出てる方のアイシャドウのマットカラーに質感が似ているかなと思いました。粉がすごく細かいんですけどピタッと密着してくれて、結構プレスも硬いので指でこうガシガシ取っても厚ぼったくならないというか、本当に肌に溶け込んでくれるような質感になっています。じゃあ次チークのスウォッチ取っていきます。ここが122、ここが123です。スウォッチを左右逆に取っちゃったんですが、パレットの右側にセットされているカラーですね。これもパレットのまま見ると分かりにくいんですが、触ってみるとツヤツヤのハイライトカラーになっています。
で、ここ2色似ているのかなと思いきや、ちゃんと色の違いがあって、このメインのカラーとリンクしてるんですよね。こっちだと黄身のあるパールカラー。で、こっちだとピンク味のあるパールカラーになっています。で、今はもう指でグリグリっとつけてるので、これをね、ハイライトブラシでふわっとのせてあげると、主張しすぎない、程よいツヤ感になってくれるかなと思います。で、チークカラーも、これブラシでつけるともっともっと自然な発色をしてくれるはずですね。こうポンって乗ってしまわずに、ブラシでコントロールしながらのせられるようなカラーになっています。こっちのカラーは少し難易度高そうですね。腕だからっていうのもあるかもしれないんですが、割と見たまま発色というか、のせたら赤っぽかったなとか茶色っぽかったなっていうこともなく、そのまま発色しているので、ちょっとこのカラーはね、頬にのせた時の発色もチェックしながら使い方考えたいなと思います。そして最後にリップですね。こちらのスウォッチ取っていきます。110番はね、間違いないだろうなと思ってたんですけど、やっぱりね、すごく使いやすそうなカラー。ちょっと似たカラーをここにのせようと思うので、少し間を空けようと思います。次がね、111番ですね。赤いカラーの方ですね。こんな感じ。今全然ぼかさずにグリグリ塗ってこれくらいなので、ぼかしたところとかも見せていきたいと思います。ちょっと質感違うんですが、この前出たコンフォートリップフルイドフォグですね。これの06番と比較してみます。06の方がベージュって感じですね。今回出た110番の方がよりオレンジっぽいのがわかるかなと思います。じゃあ同じくコンフォートリップの今度はフルイドグローですね。ツヤタイプの04番いきます。これはだいぶブラウン寄りですね。ちゃんと手持ちと色違いますよ。買っても良かったってことですね、これ。これ系の色ほんと好きだねって感じなんですが、今回出た限定と同じバイブラントリッチリップスティックのシリーズから02番ですね。これはちょっとピンク寄りかなって気がするんですが、こんな感じですね。これね、そのまま見ると結構ベージュなんですけど、この並びで見るともう明らかにピンクっていう感じですね。意外と被らない。じゃあ最後にモイスチャーリッチリップスティックのシリーズから119番ですね。これは限定のカラーなんですけど、これもいきます。これはもうだいぶブラウンですね。こうやって比べるとね、スックのリップいっぱい持ってるねって感じですけど、似た感じのね、私が好きそうな色味の中でも、質感だったりとか色とかはね、全然違うよということですね。じゃあ今回出たカラーの赤っぽい方のカラー、赤系あんまり使わないので比較するカラーがそんなになかったんですけど、1本だけありました。これがバイブラントリッチリップスティックの06番ですね。見た目はマットレッドっていう感じなんですけど、これと比較してみます。これは結構近い。でも違い分かりますか？こっちの方が青みがあるように見えますね。だから既存の06と比べると、私は今回出た111の方が使いやすいんじゃないかなと思います。で、ちょっとこれぼかしてみますね。ちょっと狭くなっちゃったので、もう一度111番を取って指でバーっとぼかします。指でなじませるともちろん定着するので、塗りたてみたいなツヤツヤ感が消えて、もうザ・マットな発色にはなるんですけど、BA さんがおっしゃっていた通り、この肌の色を完全には消してないんですよね。こうやって塗りつけた状態でもちょっと肌の色は透けてるんですが、ぼかしてあげた方がもちろんね、肌の色をより透けさせることができます。そうするとちょっとピンクっぽく見えてるの分かりますか？赤ピンクっぽく見えてますよね。なので一旦唇にこんな感じでのせて、例えば中央部分にだけ重ねて腕で再現するのが難しいんですが、グラデリップみたいな感じにしても可愛いんじゃないかなと思います。ちょっと今こっち濃ゆくしてこっちぼかしてみたんですけど、そうするとべったり赤っていうのが苦手な人でも使いやすくなるかなと思います。どちらもトレンド感のあるカラーなので、皆さん手持ちのね、あのカラーと似てるかなとか、このカラーとかなり近いと思うんだけどとかね、いろいろあると思うんですが、とりあえず私が手持ちのスックの中で似てるかなと思ったカラーを比較してみました。あれと比較してみてくださいとかね、いっぱい結構ご要望いただくんですけど、ちょっと最近開封ラッシュでそういった比較の動画っていうのがね、上げられていなくてごめんなさい。またね、落ち着いたら上げたいと思います。今回のね、コレクション買い逃しちゃった方が、これと似てるような気がするから代用できるかなとか、その手の質問もね、いただくことが多いので、おいおいそういった企画もやっていけたらなと思います。はい、というわけで今回はスックのホリデーのアイテムを全色スウォッチ取ってご紹介しました。近々こちらのアイテムを使ったメイク動画も上げますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。最後に今日のメイクです。
今日はね、スックの動画ということで、なんかちょっとスックの BA さんを意識したブラウスを選んでみたんですが、ベースもスックのクリームファンデーションを使っていて、アイメイクとリップはスック UK のアイテムを使っていました。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。そして月額490円のチャンネルメンバーシッププログラムスタートしています。興味がある方はチャンネル登録ボタン隣のメンバーになるというところから詳細確認してみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。